ちは。ワクワク 3D へようこそ。今日のテーマは靴です。この前 ZOZO タウンで靴買ったんですけど、通販であるあるなことなんですが、案の定サイズが合いませんでした。横方向はちょうど良かったんですけど、ちょっと縦方向が緩くて、でなんか足がこうパカパカしちゃう感じで、ちょっと歩きづらいなって思ってたんですね。これがもし服だったら解決策がありますね。そう、ZOZO スーツです。ZOZO スーツというのは、このような全身水玉のスーツを着て、そしてスマートフォンのアプリで周りから画像を撮影することで、体の3次元データをスキャンして、それをもとにぴったりサイズの服を買うことができるという、ZOZO が提供するサービスになっております。早速計測して注文したのが今履いてるジーパンなんですけど、これが結構ぴったりでなかなかいいなということで、もうリピート注文もしてかなりZOZOスーツ愛用しています。問題は靴ではまだそれができないんですよ。ないものは作ってしまおうということで、今回は 3D スキャンと 3D プリンターを使って自分ぴったりのシューズを作っていきたいと思います。シューズの中に実はインソールというこういった板状のものが入っているんですよ。こちらを自分の足にぴったりに作ってしまえば、この今ある靴を有効活用しつつ、それでいてオリジナルな足にぴったりなシューズを作っていけるのではないかと考えて、今回は自分の足に完璧にフィットするインソールを作ることでオリジナルのぴったりシューズにしていこうと思います。それでは作っていきましょう。まずは自分の足の形を知るために足型を取る準備をしていきます。靴の中敷きを取り出して外周をなぞってあげます。そしてなぞったらここに 250mm の線を引いておきます。これは後でコンピューター上と現実の寸法を合わせるために使います。これをスキャンしてあげて Fusion 360に読み込みます。説明しよう。Fusion 360というのはコンピューターの中で立体物を作るソフトで、これで足型を取るための型枠を作ってみます。ちなみにこのソフトはかなり機能が本格的なんですが、学生は無料で使うことができます。でここで先ほどの 250mm を選択して数字を入力してあげましょう。これで実際の寸法とコンピューター上の寸法があります。なぞってそれで少し実際より大きいぐらいのところに線を引いて、それで押し出すと立体になっていきます。形ができたら 3D プリンターを動かすためのソフトに読み込みます。そうすると 3D プリンターの動きを作ってくれます。データは SD カードに入れて 3D プリンターに持っていきます。こちらが 3D プリンターになります。SD カードを入れて、これで印刷を開始します。実際にこの速度でできればいいなって思うんですけど、これは早送りです。実際の速度はこんな感じです。熱で溶かした樹脂を積み上げて形を作っていきます。これで8時間半ぐらいかかります。はい、というわけで印刷が終わりました。それでは撮っていこうと思います。出ました。こんな感じでバリがあるので、これはハサミとかで取ってあげましょう。こんな感じですね。そして型取りに使うのはダイソーで買ってきたこの紙粘土です。これに足型をつけていきます。それではここに紙粘土を入れていきたいと思います。今回は白い紙粘土を用意したんですが、少しだけ絵の具を混ぜてグレーにしていきます。それはなぜかというと、3D スキャンをするときに完全な白だと光の反射が強すぎてうまくいかないことがあるため、ちょっとだけ反射を弱くするためにグレーっぽくしてあげます。混ぜ終わったら、先ほど 3D プリントした型枠に粘土を入れていきます。粘土を入れましたら、丸い棒とかで平らにならしていきます。反対側も同じように作っていきます。最後ははみ出た粘土を定規で削っていきます。これで2つとも準備ができました。そうしたら粘土の部分に格子状に線を描いていきます。これは何をしているかというと、これからする 3D スキャンは
ZOZO スーツと同じように複数枚の画像から3次元データを作り出すというもので、立体の特徴のある点を認識してその座標をもとに3次元データを作っていきます。そのため物体の表面には何らかの模様が必要です。ZOZO スーツの特徴的な模様も実はそのためにあるんですね。今回は格子状の模様で、その役割を果たします。そうしてきれいにしたら、ここにマーカーを貼っていきます。もともと黒い外枠部分には白いテープを貼っていきます。黒地に白い水玉があると ZOZO スーツ感出ますね。そして全部貼り終えましたら 275mm のところに黒い点を打っていきます。これは 3D スキャンして読み込んだ時に大きさを知るための基準となります。今回の 3D スキャンの方法では形状は分かっても大きさまでは分からないので基準が必要になります。型の準備ができたら早速足型を取っていきましょう。足にベビーパウダーを塗って粘土が足につくのを防ぎます。左右対称になるようにゆっくりと体重をかけていきます。田んぼにはまったような感覚がしますね。ふんわりと足が進んでいくような感じがします。足型が取れたら形を崩さないようにそーっと折りましょう。これができた足型です。結構しっかり取れてると思います。それでは写真を撮っていきたいと思います。まずは左足からいきます。写真から 3D データを作るために360度からの写真を撮っています。高さも3段階の高さから撮って全ての場所が映るようにしていきます。使っているのは普通の iPhone X です。昔だったら何百万もするような 3D スキャナーが必要だったんですが、今はソフトの進化で普通の携帯カメラで 3D スキャンができるようになりました。便利な時代ですね。それでは早速、先ほど撮ったデータを3次元化していきたいと思います。使うのはレキャッププロというソフトです。こちらは様々な角度から撮られた画像から 3D データを生成することができるソフトウェアです。ここに写真を読み込みます。これが先ほど撮った写真ですね。一旦クラウドに上げて、クラウド側のサーバーで処理されます。アップロードした写真が解析されていきます。だいたい30分ぐらいで 3D データにしてくれます。はい、写真から 3D データが作られたようです。早速ダウンロードしていきましょう。なんということでしょう。さっきまで写真だったのがフルカラーの 3D データになりました。このすごい便利なソフトなんですけど、こちらも学生は3年間無料で使うことができます。はい、それでは先ほどスキャンしたデータをもとにインストールを作っていきたいと思います。まずはスキャンしたデータの中の机など周りのいらない部分を消していきましょう。そうしましたら、最初に書いた黒い点のところ、そこをクリックして選択し、寸法を定義します。この2箇所の間隔が 275mm でした。大まかに余分な部分をカットしたら Fusion 360に読み込みます。読み込んだら Fusion で編集できるデータに変換します。そうしましたら、作成したメッシュデータを編集していきます。足の形以外の部分を選択して削除していきます。最初に使ったインソールの外形を読み込んで、そこに合わせて足型を配置していきます。インソールに厚みをつけます。足の形に合わせてへこますので、少し厚めに設定しておきましょう。様々な角度からチェックしながら足の位置を決めていきます。足の形に合わせてインソールを切り抜きます。
こんな感じの外見になります。自分は小指が小さいので小指の溝がかなり小さいのがわかりますね。完成したデータを 3D プリンターの印刷用のソフトに読み込みます。ちなみにこのソフトはスライサーと呼ばれています。印刷項目を設定します。いよいよ最後の工程、インソールの 3D プリントに入ります。それでは早速準備ができたのでインソール出力していこうと思います。それで使う材料なんですが、最初これを作った時に使った PLA ですと硬くて履けないですよね。そこで今回はこれ柔らかいフィラメント TPU という素材を使います。じゃん。 PLA はこれ硬くて折れてしまうのに対して、今回使う TPU というフィラメントはしなやかで柔軟性を持った素材になっております。これだったら中敷きに使っても快適に履けるはずです。それでは行ってみましょう。材料を装着。 SD カードをイン。プリントスタート。このプリントは5時間半ぐらいかかってます。柔らかい材質を使うときはプリンターの調整がシビアになります。実はこれを作っている時も2回プリントを中止しました。プリント終了。凹凸がちゃんとできてますね。それでは造形テーブルから取り出しましょう。ついに完成です。期待通りのソフトな仕上がりになっています。では早速入れていきましょう。それでは完成したので履いていきたいと思います。入りますね。カパカパ感がなくなりましたね。こうきつい感じではないんですけど、足の凹凸がフィットしているおかげで前後のブレがなくなりました。しっかり反対側もしっかりフィットした感じです。感触としてはまあまあ柔らかいですかね。ゴムの中が空洞になっているので、こう踏むと若干ふわっと潰れる感じが分かります。今日はね一日これを履いてその後のレビューをお伝えできればと思います。ではまた。今日は朝の8時から夜の8時まで12時間ぐらい履いてましたけど、やはり前のものに比べるとオリジナルなシューズにしてからはかかとや指など足の出っ張った部分がくぼみにフィットするので、前後のパカパカ感はだいぶ軽減されて歩いたり走ったりしやすかったです。それでこれが12時間使ったインソールです。大きな変化はないんですけども、少し潰れてる部分がありますね。これは 3D プリンターの設定で積層ピッチを細かくしたり、充填の方法を変えたりして対策できそうです。この方法を使えば一般的な機材でオリジナルなインソールが作れるので、他の分野でも応用ができそうですね。例えば図鑑が求められる陸上やサッカーなどのスポーツの世界や、また自転車のリンディングペダルなんかもいいかもしれないですね。あとサンダルやハイヒールなどのファッションの業界とかでもなんか活用できないですかね。ご意見がありましたら、コメント欄や Twitter にお願いします。
最後まで動画を見ていただきありがとうございます。今回は初めての動画投稿となりましたが、今後も 3D 技術やものづくりに関する動画をどんどんアップしていこうと考えていますので、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。それではまた。